はいどうも、今回はですねケンキャンさんのミニカーフェスに来てますんで、僕たちが気になったシェルを紹介させてもらおうかなと思います。たまたまなんですけど、僕たちのシェルの、今ちょっと見えてますけどね、隣ね、はい隣、完全自作のシェルをもう来た時から気にずっとなって気になっててずっと気にななってたんで許可いただいたんで、はい紹介させていただきたいなと思います。はい、じゃあそれではちょっと早速まず外見の方から紹介していただきたいなと思います。はい、この車のねオーナーさんですね。はい、前橋やから群馬から来られてるんですかね。あ、オーナーさんでございます。お名もしあれだったら宣伝していただいて。外見ぐるっと。はい、はい、すいません。で、僕一個ちょっと気になってたんですけど、これでこれ制作にあたってこう、相談したりとか、建築士だったりとかね、電気屋さんだったり、いろんな人に話を聞いてどうしたらいいんだろうねっていうんでね、相談乗ってもらった人たちですね。なるほど。それもみんなここにこう書いとると。そうですね。で、でっかい窓がございましてね。これがすごく僕気になってたんですよ。車上宿泊でね。だからこのシェルができて2019年10月4日から4日から今日はこれ入ってるんですか？明日になったら3になります。あ、そういうことですね。すごいこれすごいよな。ほぼほぼここで寝てるっていうことですよね。そういうことですよね。だってそうですよね。すごい。ちょっと失礼なんですけど、ご自宅とかはちゃんとありますよ。全然家で寝てる。家では寝てない。例えば家の駐車場で寝てる。だから自分のいい部屋ですね。もうそう。離れ。いい使い方ですね。最高ですよね。最高ですよね。旅する離れ。離れごと旅してる。いやこれはすごいわ。で止めているのがターンバックルとワイヤー。これ浮き止めだけですよ基本的には。そうですよね。動くことないですもんね。もうね。入らないのでぴったりわかります。結構ねみんなやっぱ重たいから大丈夫なんとか、僕らもラッシングで止めてるんですけど、十分ですよね。だって動かないもん。そう重くて。バンクは出してないわけですよね。やっぱりね重量オーバーになりかねなかったんでやめたんですよ。木ですもんね全部。そうですね。この上のこれってこれねタープをいいですね。可愛いですね。とにかくおしゃれなのよ。そう本当におしゃれですか。いや本当にね。上にでっかいソーラー乗ってますよね。乗ってます。あれでねもう300ワット。300もしてるんですよ。ああ十分ですね。だからね冷蔵庫入ってるんですけど、冷蔵庫の電源切ったことがないんですよ。僕ら400なんですけどね。やっぱ冷蔵庫のちょっと消費電力が半端なくて。他にも電気使うからね。そうやな。でもずっとここで生活してるわけですもんね。そうですね。生活っていうかだから家で私自営業だから家にが事務所なんですよ。でみんなその家族も家に住んでもちろんいるわけですよね。だからご飯とお風呂は家で入ってトイレも家でトイレも家にしてほなっつってここで寝る。自分の部屋や。いや確かにいい離れですね。家の中にも自分の部屋はないや。離れが自分の部屋。やっと持ってた自分の部屋。そうですね。それめっちゃいい。いやすごい。ちょっと後ろの方行きますか。じゃまず後ろね。もうねこうなんていうんですかね。家な感じじゃないですか。そうめっちゃいい。ここは荷物入れですか。そう外で使う道具なんか。いいですね。この空間が。この空間ね。ほんとちょっとしかないですけどね。いやでもねこういうの貴重じゃないですか。こういう軽度ね。そうですね。後ろは1割出してる感じですね。1割出して。でもうこの木ですよこれ。その木がおしゃれ。可愛いよね。庭にあった木。庭にあった木。インターホンございます。鳴らしてみてもよろしいですか。はい見て。まあまあでかい。めっちゃ聞こえる。鳴らせたら俺ビクってなるもんな。夜中鳴らす。これ鳴らされることあります？2回あった。2回あるんですねやっぱ。見せてほしいって感じですか？じゃなくて知り合いだった。普段家の時はこれ積んだままですかもう。積んだままですね。もうずっと。なるほど。でも2週間前に車検だったんですよ。だからその時はね。さすがにねお風呂して。このちなみにお風呂時はどうされるんですか。ここに大きなブロックをかませて、
まあ、壁からこれぐらいちょっと離したいんですよね。そこにこう単管パイプで下にこうジャッキベース、まあ上げると。だけどもう車ごと上げちゃってこう単管落としといてジャッキ戻すと浮いてますから。ああ、なるほどね。だからもう全然もうまあ3、40分あれば下ろせるぐらい。まあしかもね、車検の時ぐらいしか下ろさないですよね。でも過去にだからもう2年経ってないけれど4、5回下ろしてるんですよ。結構下ろしてますね。ちょっと不具合があってああ、なるほどなるほど。ちょっと修理しなきゃいけないんでね。なるほどなるほど。畳めるんですよね。あ、これはどうなってるんですか。これでめっちゃおしゃれ。めっちゃよく。いや、これやばいって。めっちゃおしゃれや。で、上も屋根があるから出た時すぐ濡れへん。雨大嫌いなの。いやいや、好きなやつあんまりいないですよ。これあったらすごいっすわ。全然違うと思う。だから雨の日にだからそこもねこうへこんでるから窓開けられるわけですよ。開けても入ってこない。そうこの窓とかこのね、ちょっとしたこの、うんなんていうの、こう家の庭じゃないけどね、庭の目隠しみたいなね。出してるのがすごくいいですよ。もうほんまにこれもそれね。ついてる感じのさ、こんなん自作ならではやで、どの業者もこんなんやってくれへん。家感。いや、すごい、本当にすごいですね。じゃあ早速ちょっと中の方にちょっとね、中に入るのはあるので、外からちょっと、はい。なんなら中入っていただいて、ちょっとおすすめポイントとかね、おすすめポイントこだわったところとかを。なんか、こだわったところってね、でもレイアウトしかないんですよ。あ、いや、全然いいです、いいです。じゃあ早速、じゃあ中の方、ちょっと入り口。入り口ちょっと見させていただいて、すごい。いや、すごい、ほんまにすごい。釣りもされるんですね。もう暇つぶし。こちらにね、ウクレレの右にあるサインで誰のサインですか。これ、あのレノネの、あのレノネってわかります？原田さんとか。そう、清水邦明さん。清水邦明さんのサイン。あれですよね、あの人、キャンプ場。そう、今ね、鴨川やってるんですよ。やってますよね。そこちょっと何回かサインして。なるほど、なるほど。はいはいはい。おまけはわからんかな。はいはい。ごめんなさい。僕はわかります。入り口はここまで入っても大丈夫。入って大丈夫です。で、ソーラーが、レノジー。レノジーのソーラーチャージャーと、あとアイソレーター。アイソレーターですね。こっちに下にありますね。アイソレーター。これ何のアイソレーターですか。60ワン。すげすげえ、十分や。で、ソーラーがレノジーと。ベッドとかどうされるんですか。寝る時とかは。もうここにシュラフで。このまま。一人ですもんね。で、これちょっとじゃあそこまでアピールポイントになるんですけど、改造しますね。すみません、お願いします。今これは寝るもの。はい。これをちょっとトランスフォーム。トランスフォームがすごい。それがそこになるんですか。そう。すごい。そうするとうわ。これはすごい。これやばいぞ。これはすごい。いや、めちゃくちゃいいですね。結構ね、いや、やばいです、やばいです。あるんですよ。大体私のここが定位置のポジション。いや、いいですね。ここが。これもつけてるんですね。すごい。うわ、めっちゃすごい。うわ、これはすごいわ、最高やわ。でも何にもないし。いや、でもいいじゃないですか。料理とかもされるんですかね。いや、もうだから誰か来た時にね、コーヒー出してやるとかね。でもこれでコーヒー飲むってめっちゃよくない？おしゃれすぎる。とかだってさ、この窓からさ、外の景色見えんねんでこれ。最高やでな。もうここへ来たらね、もう富士山見るんですよ。いいですよね、いいですよね。そういうお茶するのが最高。うわ、これすごいわ。これ横のそのなんかマットはこれね、二段ベッドここに作るんですよ。そういう用か。なるほど。まあさっきのね、この一段のベッドは見ましたから、二段ベッドもね。そんなすごい。ありがとうございます。だからバンクいらずなんだ。その二段ベッド僕はいらないね。ですね。あとはもうこれは乗っけるだけ。
すごいですねこれ。めっちゃすぐできる。ほんまや。もうね、本当に物臭だったらね、何にもしたらできるだけ何もしないように。いや、すごいですわ。めっちゃそれがいいんですよ。そう、それがいい。まあ言っても日本一周してるんで、ですよね。毎日のちょっとしたことが面倒くさいじゃないですか。そういうだから一手間二手間を減らしてやることがどんだけ重要かめちゃくちゃ僕理解できます。めちゃめちゃ分かる。分かってくれる人がわかりますし、いかにそのまんまで過ごせるか。手間を減らして。でもこれはすごい、ほんまにいろんなトランスフォームの仕方が。そうですね。で、ここ足かけて、で、次ここ足かけて、ここ登ってって。いや、もう一石何鳥も目指すから大変。上とかでも使ったりするんですかね。あ、だからね、友達が来ると。なるほど、上と下で分かれて。そうそうそう。いいですね。大体ね、背が低い俺が上になるんですけど。でもシェルでこの2段ベッド見たことないよね。ない。でもここもね、60センチあるから。十分。僕らのと一緒ぐらい。下も60センチある。だからもう全然ですよ。十分です。余裕ですね。これやったらもうこのまんまいけますもんね。いけました。何もいかんでも。ちなみに長さはどれぐらいですか。この中の壁で1830あ、は。そんなにあんねん。大体みんないける。大体はいける。ケンケンさんはちょっと辛いかもしれない。でもね、ここね、ほら、下空間空いてんの。ああ。だから2メーター超えの人も寝れる。あ、ケンケンさんでもいける。そうなんやけど。あ、すごいすごい。そうなってるんや、ここが。ここまでね。なんか新しい、いいよね、なんかこういうの。この2段ベッド。やっぱりなんか隣同士では寝たくないっていう夫婦とかも結構いらっしゃるみたいやから、そうなんですか。上と下で寝てるっていう話も結構聞くんで、ご夫婦だったらね、確かにね、K で行くぐらいなんやったら、それぐらいいいやろっていうのはありますけどね。でもそういう話結構聞くやん。聞く。上下で寝てるっていう人結構多いから。二段にしようってないし、ベッドがこれに展開されるっていうのも、そのここにさ、言ったら机があるから、まあこれが机代わりに使ってはんのかなと思ってたから。思った。いや、めちゃくちゃすごい。やけど、そっちもなるっていうのが。すごいよね。大体一人の時っていうのは、もうここは。もうそのままフラットにして。ベッドなんです。はい。そこがちょうどハマるんがすごい。すごいよ、ほんまに。で、このテーブル、これがテーブルにして。これで。いや、なんすかこれ。たこ焼きもできます。いや、すごい。何でもできるやん、これ。ここ開けとったらキッチンカーと間違えられるみたいな。何か売りに来たのかしら。ちゃんとシンクもあって。いや、すごいっすね、ほんまに。これ。いや、この作り込みは入ってもやね。そう、テーブルの下は収納に。もう収納になって。あ、すげえすごい。わあ、ええな。いや、これなんかさ。すごい。すごいわ。めっちゃいい。このすごいわ。すごいしか言うてへんねん。わかる、でもわかる。すごい、ほんまにすごい。初めて見たこんなん。ね、ちょっと感動の域ですよ、これ。そう。いや、本当にですよ。じゃあちょっと電気つけます。あ、すみません。ありがとうございます。あ、いいっすね。こんな電気。いちいちおしゃれやな。全部自分で。全部自分で作った。誰も仕事的にはどういう仕事？別にこういう建築とか関係ない。関係ないですね。デザイナーやってるんですけど。あ、でもデザイナーさん。だから自分でこのページのデザインしてみたいな。で自分で作って。すごい。いや、まあでも確かにデザイナーさんやなって感じよ。だからこだわってるところがちょっとねおかしい。展開の仕方とか素人臭くないの。わかる。だからまだ自作の人ってあらが結構見えるやん。それがないんですよ。とりあえずつけてる感とかね。そう。わがままなんですよ。いや、それがいいんじゃないですか。ここはこう辛い気じゃなきゃ嫌とか。いや、そうですよ。そうでしょ。わかります。感動ですね。ほんまに。いや。これガラスですよね。あ、それポリカーボネット。ポリか。確かにガラスはちょっと危ないです。怖い。でね、ガラスだとやっぱこう熱伝わっちゃうんですよ。だからこうプラスチック系だったら大丈夫だから。結構ね、だって窓をちょっとこう多めにして外のねあれを取り入れるから。この窓4つもう大変だよ。
なんで自分を苦しめてんだろう。こんなん作るの大変だよ。いや絶対大変ですよ。どうなんですか、断熱的なのは。もう全面入れてるんですね。だからね、やっぱりその真夏でも天井熱くならないでしょ。ああ、やっぱそうなんですね。ただこの間北海道行ってきて、はいはい、2月の真ん中ぐらいですけど、ま北海道真冬、はいでマイナス17度ぐらい行ったけど、とりあえず大丈夫でしたよ。暖房はストーブ。ストーブ。ああ、これはじゃあですか。これ1個。それで十分。これ十分。断熱されてるのはやっぱりね。やっぱでかいな十分。冬は特にね、うんそれは感じるよな。ほんまに。逆にね、素人が作ったから隙間風も入るんだけど、はいはいそれがこう換気の役あーちょうどよく。よくなるわけですよ。いや、すごい。ちょっと締めようか、一回。ありますか。すいません、ありがとうございます。すごいわ、ほんまにすごいわ。はい、見させていただきました。僕多分自作のシェル見た中で一番感動したかもしれない。作り込みと、二段ベッドがすごい。バンクがない分さ、うんちょっと狭いかなとか思ってんけど、そこを感じさせないアレンジ力というか、そう空間を有効に使われてるよね。はい、思いました。なんか、あ、こういうこともある意味ありやなと思ったらね、バンクなくてもいいんやなっていうふうに思いました。あれが自分の部屋として使える環境が逆にええなって思う。ええなって思うので。ということで、こんな感じでよろしいですか。はい、ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。